はいどうも皆さんこんにちは、星名ラビです。お久しぶりでございます。ですね、プライベートの方ありがたく充実していてというか、元気に社畜をしていてですね、結構8月投稿頑張ろっかななんて思っていた矢先、1ヶ月くらいちょっと投稿が間延びしてしまって大変申し訳ございませんでした。この前実は Twitter の方で、Twitter っていう言い方も結構古いですね、X の方でアンケートを取らせていただいて、次上げる動画どんな感じがいいっていう風にアンケート取らせていただいたんですけれども、ありがたいことに1件だけその回答をしていただいた方がいらっしゃいまして、その方がどちらかというと雑談多めの麻雀を見てみたいというところで、今回は雑談多めの麻雀という形で新しいシリーズものとして投稿させていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。またちょっとその都合上ね、相手のお名前を隠させていただいたんですけど、ちょっとリアルタイムでやる都合上それができなかったりっていうようなところがあるかと思うんですが、ぜひ対戦者の皆さんよろしくお願いいたしますというところだけご了承いただければと思います。内容としては、麻雀の内容が4割で雑談6割ぐらいの塩梅でいこうかなと思っております。では対戦よろしくお願いいたします。はい、今回の手は白が統一ですね。ポンして発進してってもいいですけど、リーチも見える手なんで1枚目はスルーしようかなと現時点では思っています。ただし6万とかがイーソーとかウーソーとか引いて、もう1個頭ができそうだったらポンしてさっさと1000点2000点で上がっちゃおうかなと思ってます。最近ですね、ありがたいことに仕事を忙しくさせていただいててっていうのを皆さんにさっきお話ししたんですけど、やっぱあれですよね、社会人になって気づくことというか、学生の時は気づかなかったことなんですけど、なんて言いますか、やっぱり社会人の8月って意外と忙しいなっていう感じですよね。もうリーチですね。これただのリーチのみなんですけど、3層かローソー引いたらいいペイコにはなるんですが、ちょっとそれで間延びさせててもしょうがない手かなと思ったので即リーチっていう感じで、今回の手はあんまり話すこともなく自敗と端っこポイポイ切ってたらいつの間にかリーチできちゃってたって感じですね。でさっきの話なんですけど、やっぱり社会人になってから8月意外と忙しいなっていうのがあって、これ皆さん気づいてました？ 8 月ってお盆なかったら祝日ないんですよ。私はありがたいことにお盆休みはいただいてはいたんですけど、そんなにゆっくりできるわけでもなく、結構仕事のこととかも頭の片隅に残った状態でお休みをいただいてるみたいなことが多かったので、割とあんまり休まんないなみたいな。で8月って結構どの会社も繁忙期の人が多いのかな、やっぱりいろんな問い合わせだったりとかも多くて、ちょっとその8月9月にかけてはちょっと投稿が間延びしてしまったっていうような感じですね。にしても麻雀の方は全然話すことがないのでそのまま続けてるんですけど、あとはリャンウピン積もるだけのゲームですね、これは。でこれ今改めてよくよく見直したんですけど、345の3色もワンチャンあるかなっていう手でしたね。上がれたのでよしとしましょう。待ってたらいいペイコもついたかもしれないんですけど、その分相手に早く上がられちゃってた可能性もあるのでね、今回は上がれて OK っていう感じでいきましょうか。はい、今回の手は79万のカンチャンと79層のカンチャンがちょっと目につくんですけど、ここさえ埋まればリーチいけそうかなって感じの手ですね。でも泣かれる前に先に自敗切ってやろうって思ってハック切ったんですけど、泣かれちゃいましたね。でも左の方マンズを93と切ってるので、どっちかっていうと本一方向に向かっていっているので、そんなに早くはないかなってことでポンです。初ももういっかって思って切っちゃったらまたポンされちゃいましたね。いやこれ最初の方に切った方が良かったかなっていう反省もしつつ、もうしょうがないので次からはやっぱ泣かれたくない回は先に切るっていうのはもうちょっと徹底したいですね。これ個人的な反省点です。今7万引いて若干単ヤも見えるかなみたいな手になってきましたねって思ったら、めちゃくちゃパーソー入ってこれでいいシャンテン。ただし67の形がめちゃくちゃ
重いけど一回手代わりを待って67のテンパイではあるんですが、横に伸ばしていきましょうか。カンパーマンもう2枚切れてますね。ちょっと厳しいなのでステイ。これいらない。逆にローソーとか引いてもいいですね。でもなんかもう皆さんすごいな、元気なんで結構ロンドンドラピエンリーチしておけばよかったかもしれないですね。ちょっと今回は反省。でも結果論出たっていう感じなんでね、今回は薬杯を重ねてなんとか手を進めていくっていう感じの方向性でいこうかなと思ってます。オンライン麻雀楽しくやらせてもらってるんですけど、これもすごい技術ですよね。今思えば知らない人といつでも対戦できるっていうのが、やっぱり私みたいな社畜からすると時間を考慮せずにいろんな方と打てるっていうのはすごいありがたいことだなっていうふうに思っていて、子供の頃って結構こういうのなかったじゃないですか。ちなみに私が子供の頃ってもうガラケーとかの時代で、友達と待ち合わせしてるけど友達来てるのかどうかわからんみたいなことが結構往々にして起こるような年代だったんですけど、皆さんいかがでした？私は近所の広場みたいなところで待ち合わせをして、友達が来るかな来ないかなって言ってずっとボーって待ってるんですけど、全然来なかった時があって、結果その時私1時間とか1時間半とか待ったりしてるみたいなことが多くあったんで、今思えばあんなのってもう LINE1 個ポンって送ったらすぐ済む話だったのに、携帯も持ってなかったんで、当時はガラケーすら持ってなかった時もあったんですよね。その時から比べるとすごい進歩ですよね。皆さんは子供の頃何してました？私はそれこそその広場で集まった後に、その広場でみんなで遊戯王カードを広げながら、もう砂利だらけにカードをコーティングしながら一緒に遊戯王やってみたいなねことが多かったですね。私今やってないんですけど、マスターデュエルとかもねあって、オンラインで誰とでも今できるっていう時代ですから、わざわざねカード砂利だらけにしてまで公園に集まってやんなくていいですもんね。って考えるとなんかすごい時代って進んだなとか思いつつって感じですね。私は当時あれですね、ライトロードデッキを使ってましたね。ライトロードデッキのケルビムとライラだったかなっていうカードがめちゃくちゃ高くて、小学生にはとっても手が出せるようなものじゃなかったんですよね。なのでしょうがなくジャッジメントドラグーンっていうメインどころのカードがあるんですけど、それすらも1枚しか入ってないようなデッキで、他の方は採用してないちょっと弱めのライトロードを使いつつ40枚満たすみたいなね、そんなデッキを使って戦ってたことを今思い出しましたね。麻雀してるのに何思い出してんだって感じなんですけど、やっぱりそう思うと学生の頃は良かったなみたいなおっさん臭いことを思ったりすることもありますよね。あの時はみたいなね。あんま言いたくないですけどね、私これ。そう最近ちょっと年取ったなって思うのが、昔馴染みの友達と話す時にあの頃はみたいな昔話がちょっと多くなってって、これはちょっとおじさんくせえなミスでしたか思ったりしながらも、昔話楽しいなって思って話すみたいなね、なんかそういうこと増えましたね。さて麻雀の話に移りますが、8万とウーピンのシャンポンだったんですけど、リーチ、ちょっと出そうにないなと思ってウーマン引きも考えてカンチーマンにもう一回戻したんですけど、戻したはいいものの結局8万立て続けに切られて、しかも他の人に上がられてっていう感じだったんで、いやミスだったかな。いやピンフしょうがドラないですよにね。ドラめちゃくちゃ高い減点を上がられていくと。あれっすね、初めてこの喋りながら実況を撮るっていうのをやってるんですけど、やっぱりこの他の方がすごい楽しい話をしながらもちゃんとミスしないで打ってるところを見るとやっぱすごいっすね。なんかこれまで
自敗の切り順とか私も意識してやってたんですけど、話しながらだとやっぱりなぜか相手にしかメリットないダブトンを残しながら他の自敗切っちゃったりみたいなのがさっきの2曲で実はあったの気づきながらって言って世間話してたんですけど、やっぱお話ししながらだと思考をまとめるのが結構難しいなって思いながら話してますね。いや、そうでもよかったな、全然リアンソーでよかったわ。こういうの多いっすね。ちょっと反省というかちゃんと意識して打たないとダメですね。さて頭が欲しいんでパー1かチーピンが重なってくれたらベストなんですけど、チュンだったいや、安全度考えてチュンもあったな。普通に打ってたらチュンありましたね。いや、皆さんちゃんといつもはチュン残せてるんですよ。多分けど今回はちょっと皆さんとお話ししながらみたいなニュアンスがちょっと強かったので、ミスっちゃったみたい。9ピン3枚切れてローピンも1枚切れちゃったんですけど、チーピンにパーピンくっついて3万が頭になれば一数ピンと6、9ピンでテンパイが組めるような形になりましたねとか言ってたら9ピンが枯れてしまうと。チーしたかった。これでサブロー1の頭にしながらパーピン若干安全かなって言って残しながら進行ができるっていう方向に変えられそうですね。こういうことですよ皆さん。どういうことかわかんないですけどね。これはもう安全度度外視して、パーピンも完全に安全なわけじゃないんで、もう上がりマックスでサブローソーサブロー1のテンパイ見ていきましょう。テンパイった時どっちにしよっかな。サブロー1の方が上がりやすそうですけどね。上がりやすそうっていうのは周りにマンズの方が想像より切られてるよねぐらいの上がりやすそうですねなんですけど、この辺はもう感覚ですね。全然サブロソの方が早く上がれることもあるんで、うわーどうしよう一旦ロソ切ろう。チーです。でもこれでね3ピンポンだったりさっきの数万チーみたいなルートもできたんで、でもこれでテンパイか。ドラ悲しいですけど切って計画通りサブローマンとしていたらサブローマンで上がられてしまう。サブローマンすらないなこれ。3万換3万だな。これやられましたね。でも3万切らなくてよかったですね。この手で3900直撃されるのはちょっとやってないんで、ポンです。9大点というような感じじゃないでしょうか。さっき遊戯王の話してたんですけど、この実況を見ていただいてる方がちょっとおいくつぐらいの方が多いかわかんないんですけど、遊戯王触ったことあります？わずかにいる女性視聴者の方は遊戯王なんて知らねえよって感じだと思うんですけど、メンズの皆様結構触ってるんじゃないかなと個人的には思っていて、皆さん何のデッキ使ってました？私さっき言ったライトロードと、あと悪魔族のデッキ。ロンです。早っ、上がられちゃいましたね。シャー。そう、私悪魔族のデッキとブルーアイズのデッキに憧れながらも当時は全然使えないデッキだったんで、ボコボコにされてましたね。ブルーアイズデッキ使ってる時はやっぱりなんかこういう幼少の頃何々してなかったみたいな話もちょっとおっさん臭いですよねはい、すいません。なんかね、自分でもね、この昔何々だよねみたいな話どうなんだろうって思ったりしてるんですけど、リーチめっちゃ早いっすね。これどうしよっかな。もう安全牌もないんでバンバン押していこうかな。よし、押します。親ですしね私。ほら、よし。でもパーピン切りたくないな。ドラですもんね。パーピンがめっちゃ切りたくない。パーピン切らないためにはシャワーいらない。自敗の2枚のうちの片方は切らないといけないですね。ここであんま補充したくないですもんね。で今数ピン通ったね。数ピン通ったんでパーピンワンチャン使えないかなっていうところも視野に入れつつ、自敗ちょっとここまで来るとどうしよう。パーピンを抑えてこうかな。ツモです。いやー2巡目にして早いな。早いしリーチ、ツモ、ピンフ、ドラ。危ねえ。
裏ドラ乗ってたら2漫画巡目のリーチで謎の6000親かぶりで自分の点数焼却させられるとこでしたね。けど4000点親かぶりさせられても痛いっすね。だって盗難なのにあと2曲しかなくて、なんと悲しみの4着。これやばいっすね。実はこれ収録2回目なんですよね。最近新しくパソコンを変えまして、友人の方がデスクトップのパーツが結構余ってるから、もしパソコン新しく組み直したいならちょっと安く譲ってあげるよみたいなね、ちょっと成人じみたことを言ってくれたので、お安めの価格で買い取ったんですよ。買い取ったはいいんですけど、その後私別に組むののプロなわけじゃないですし、組むのに結構時間がかかって、しかも仕事も忙しくてみたいなんで、ようやく組み終わったって思ったら結構環境みたいなのも変わるじゃないですか。危ねえ。これで数層ローンだったらもう土下座するとこでした。この後にまた収録環境もゼロから構築するわけですよね。で結構なんかマイクがハウリングしたりとかなんだとかかんだとかでいろいろ実況撮るのに時間がかかってロンよしこの収録撮るまでに実はもう40分分動画撮った後なんですよね、これ。でその動画なんでボツったかっていうと、本当に俺潜ってるってぐらいハウリングしてて、ハウリングっていうかなんて言うんでしょうね、音響がもうワン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 みたいなね、あれ俺フォローになったみたいな、俺黒崎一号みたいなね感じの声になってて、さすがにこれはやってないな、こいつ1ヶ月ぶりに動画投稿したと思ったらハウリングやばすぎる動画上げんなよみたいなね感じになっちゃうかなって思って、泣く泣くボツにして今新しくこれを撮り直してる状態ですね。でその時は悲しみの4着4着っていう動画だったので、今回はね撮り直しっていうこともあってちょっとね1着2着ぐらいは撮ってやりたいなって思って始めたので、今上がれてよかったっすね。しかも裏も1枚乗ってラッキーですね。で今回でどうしよっかな、めちゃくちゃパンパンに構えてるんですけど、終わりは唐突にですね、めちゃくちゃ余ってたチーピン多分切ってたんで、どっちみちこれは2着でしたね。なんか自敗ペッペッペって切ってたら終わっちゃいました。はい、今回はこんな感じでやっと私を見てくれましたね。ちょっとかばっちゃいましたね、声が。今回はこんな感じでゆるーく配信させてもらいました。もし話してほしいトピックとか、ちょっとこのシリーズもうちょっと続けていこうかと思ってるので、何かリクエストあればぜひコメントだったりとか Twitter のリプだったりとかいただけますと幸いです。はい、では今回こんな感じで終わりにします。お疲れ様でした。また次回の動画もお待ちください。さようなら。お疲れ